おはようございます。2026年2月5日木曜日、今日も最新の国際ニュースを題材に、地経学の視点でニュースを深く理解できるよう解説をしていきます。今回は、パナマ運河の港湾運営をめぐる、香港企業とパナマ政府、そしてその背後にある米中対立について解説します。よろしくお願いします。今回のニュースは、単なる一企業の契約トラブルではなく、西半球の戦略的要衝であるパナマ運河を舞台にした典型的な地経学的な衝突事例といえます。まずは何が起きたのか、事実はどうなっているのでしょうか。事の発端は、香港に拠点を置くコングロマリット CK ハチソンホールディングスの港湾部門が、パナマ運河の両端にあるバルボア港とクリストバル港の運営権を失ったことです。現地時間2月4日の報道によると、パナマの最高裁判所は、同社に運営権を与えていた契約を違憲とし、無効とする判決を下しました。これを受け、CK ハチソン側は2月4日、パナマ政府に対して国際仲裁手続きを開始したと発表しています。パナマ運河といえば、世界の海上貿易の要ですよね。そこで30年近く運営していた企業の契約が突然違憲とされるというのは、法的な理由だけなのでしょうか？それとも政治的な背景があるのでしょうか？表向きの法的理由は、契約内容にあります。監査の結果、2021年に行われた契約の25年延長において、本来支払われるべき納付金の未払いや税の免除、排他的な特権の付与といった不適切な条項が含まれており、これらが憲法違反であると判断されました。会計検査院長官は、この契約の不備によってパナマ政府が約3億ドルの損失をかぶったと主張しています。しかし、地経学の視点で見逃せないのは、この判決に至るまでの政治的な力学です。政治的な力学、つまりアメリカと中国の影響ですね。その通りです。CK ハチソンは民間企業ですが、アメリカ側はこれを中国の影響力拡大の道具とみなしてきました。報道によれば、ドナルド・トランプ大統領は、パナマ運河が事実上中国に支配されていると主張し、水路の奪還を示唆する発言を繰り返していました。今回の最高裁の判決は、こうしたアメリカからの強力な圧力の中で下されたものです。実際、米国の国務長官はこの判決を受けて、中国への港湾利権付与を違憲とした決定に勇気づけられたと述べ、これをアメリカの勝利と位置づけています。なるほど。アメリカにとっては、自国の裏庭ともいえるパナマ運河の要衝、中国系企業が抑えていること自体が安全保障上のリスクだったわけですね。ここでいう地経学的な視点とは、まさにこうしたインフラ支配権をめぐる国家間の駆け引きを指すのでしょうか。そうです。地経学ジオエコノミクスとは、経済的な手段を用いて地政学的な目標を達成しようとするアプローチを指します。今回の場合、港湾という重要インフラが単なる商業施設ではなく、国家の安全保障を左右する戦略資産として扱われています。アメリカは外交的圧力や同盟国との連携を通じて、中国企業をサプライチェーンの重要結節点から排除しようとしており、パナマの司法判断もその文脈で捉える必要があります。一方で、契約を破棄された側の中国、あるいは香港の反応はどうだったのでしょうか。極めて激しい反応を示しています。報道によると、中国国務院香港マカオ事務弁公室は、この判決を不合理で恥ずべきものだと強く非難しました。さらに、もしパナマがこの判決を維持するのであれば、政治的にも経済的にも重い代償を支払うことになると警告しています。重い代償とは穏やかではありませんね。具体的にはどのような報復措置が考えられるのでしょうか。現時点では具体的な措置は明言されていませんが、中国政府は以前からこの件に関してパナマに圧力をかけていました。考えられるのは、パナマ運河を利用する中国船のルート変更による通行料収入の減少や、パナマへのインフラ投資の凍結、あるいはパナマ産品の輸入制限といった経済的な威圧措置です。中国にとって CK ハチソンは香港の一民間企業という建前ですが、抗議には中国の海外権益の一部とみなしており、
その排除は国家の威信に関わる問題と捉えています。ここまでのお話を一旦整理させてください。パナマ運河の両端にある重要な港を運営してきた香港の CK ハチソンに対し、パナマ最高裁が契約違反の判決を下して運営権を剥奪しました。これには、運河への中国の影響力を排除したいアメリカの強い意向が働いていると見られています。それに対し、中国側は重い代償を払わせると激しく反発しており、まさに米中の覇権争いが一企業の契約問題を国家間の対立へと昇華させてしまったということですね。その認識で間違いありません。そしてこの問題にはもう一つ、ビジネスパーソンとして注目すべき複雑なレイヤーが存在します。それは CK ハチソン自身が進めていた出口戦略とその失敗です。出口戦略ですか。彼らは運営を続けるつもりではなかったのでしょうか。実は CK ハチソンはこの港湾事業を含む世界各地の資産を売却する計画を進めていました。報道によると、ブラックロックや MSC メディテラニアンシッピングカンパニーといった西側の巨大資本が主導するコンソーシアムに対し、230億ドル規模での売却交渉が行われていました。しかし、ここで問題になったのが、中国の国営海運会社であるコスコの存在です。そこで中国の国営企業が登場するわけですね。なぜコスコが関係してくるのですか。中国政府としては、戦略的に重要なパナマの港湾権益が完全に西側資本の手に渡ってしまうことを避けたかったのです。中国政府はこの売却案件を批判し、圧力をかけました。その結果、CK ハチソンはコンソーシアムの中に中国の戦略的投資家、すなわちコスコを含める方向で調整を余儀なくされました。コスコは多額の出資と引き換えに大きな権益を求めたようですが、他の投資家たちはコスコをあくまで少数株主にとどめたいと考え、交渉が難航していました。なるほど。CK ハチソンとしては、米中対立の板挟みになる前に資産を売却して利益を確定させたかった。しかし、中国政府は重要拠点を手放すことを許さず、コスコをねじ込もうとした。その結果、交渉が長引いている間に、パナマ側から契約を無効化されてしまった、という構図ですね。まさに進退極まった状況です。専門家の分析によれば、今回のパナマ最高裁の判決によって、逆に売却交渉が進展する可能性もあります。つまり、問題となっているパナマの2つの港を売却資産のポートフォリオから切り離すことで、残りの資産についての取引が法的にも政治的にもクリアになり、完了しやすくなるのではないかという見方です。問題の港を切り離すことで、全体のディールを生かすという考え方ですね。しかし、切り離されたパナマの港はどうなるのでしょうか。CK ハチソンは仲裁を申し立てていますが、勝算はあるのでしょうか。報道によると、CK ハチソン側は国際商業会議所の規則に基づき仲裁を開始しました。彼らは、契約の無効化は法的枠組みに違反しており、国際法上の権利を侵害していると主張しています。一般的に、こうした国際仲裁は結論が出るまでに数年を要します。たとえ仲裁で CK ハチソンに有利な裁定が出たとしても、国家であるパナマがそれに従うかどうかは任意であり、強制力には限界があります。数年もかかるとなると、その間の港の運営はどうなるのでしょうか。物流が止まってしまえば、世界経済に大打撃です。その点については、暫定的な措置が講じられています。パナマのムリノ大統領の声明によれば、デンマークの物流大手 P モラーマースクの現地子会社が、新しい運営権者が決まるまでの間、一時的に港湾運営を引き継ぐことになりました。大統領は、パナマは前進し、港は中断することなく運営され続けると強調し、世界の物流ハブとしての信頼維持に努めています。ここでマースクが出てくるのですね。欧州企業であるマースクなら、アメリカにとっても安全保障上の懸念は少ないということでしょうか。はい、マースクは NATO 加盟国であるデンマークの企業であり、アメリカとの関係も良好です。中国企業を排除した後に、信頼できる同盟国や友好国の企業に重要インフラを委ねるという流れは、アメリカが推進するフレンドショアリングの一環とも解釈できます。
フレンドショアリング、つまりサプライチェーンを同盟国や友好国で完結させようという動きですね。ここで再び話を整理します。CK ハチソンは売却を模索していましたが、中国政府の介入で難航していました。その最中にパナマ政府が運営権を剥奪。CK ハチソンは国際仲裁に訴えましたが、現場の運営は暫定的に欧州のマースクに移りました。結果として、中国の影響力は排除され、西側陣営による管理体制が強化された形に見えます。その通りです。しかし、これで一件落着とはいきません。中国外務省は必要なあらゆる措置を講じると明言しており、パナマに対する経済的な報復だけでなく、ラテンアメリカ地域全体における外交的な攻勢を強める可能性があります。また、CK ハチソンのような香港企業が、もはや中立的なビジネスプレイヤーとして振る舞うことが許されず、常に北京の意向を組む政治的なアクターとして扱われるようになったことも、今回の件でより明確になりました。香港企業は今後、投資先での地政学的リスクをより深刻に評価せざるを得なくなるでしょう。最後に、この出来事が日本企業に与える影響と、今後のシナリオについて触れます。日本にとってパナマ運河は、米国東海岸との貿易における生命線です。日本企業への影響は、短期的には限定的でしょう。マースクによる暫定運営への移行がスムーズに行われれば、物理的な物流の混乱は避けられます。しかし、中長期的には注意が必要です。パナマ運河の運営が政治化されることで、将来的に中国籍の船舶への制約や、逆に中国が影響力を持つ他の要衝での対抗措置が誘発される恐れがあります。これは輸送路の武器化と呼ばれ、物流コストの上昇やルート変更のリスクを経営計画に織り込む必要があります。輸送路の武器化ですか。これまでは自由に通行できることが当たり前だった海や港が政治的な交渉材料になってしまうのですね。そうです。今後のシナリオとしては、仲裁手続きと並行して、パナマ政府が新たな長期契約の入札を行うことになりますが、そこには中国企業は事実上参加できないでしょう。米国企業や欧州、あるいは日本企業がその権益に関心を持つかもしれませんが、中国からの重い代償という脅しがある中で、入札に参加することは政治的リスクを伴います。日本企業としても、パナマ運河を利用した北米南米ビジネスを展開する上で、米中対立の最前線がすぐそこにあるという認識を持つべきです。単なるインフラの契約更新の話ではなく、世界を二分するパワーゲームの一端であることがよくわかりました。ビジネスパーソンとしては、地図上の要衝を見る際に、そこにどのような政治的旗色が立っているのかを常に意識する必要がありそうです。本日は、パナマ運河における CK ハチソンの契約取り消しと、その背後にある米中対立について解説しました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ありがとうございました。